皆さん、こんにちは。ダヴィンチレゾルブ17でプロレスローファイルの調整をすることができるようになったことをご存知でしょうか。そんなことはできないだろうと思われる方は多いと思いますが、それができるようになったのです。もちろん直接的にはできません。MacOS アプリである RAW コンバーターで Cinema DNG ファイルに変更することによって可能となりました。対象カメラはソニー α7S3、FX3、α1、そしてニコン Z6 と Z7 です。これらのカメラでプロレスロを収録している方には朗報です。今回は次の3点についてシェアしたいと思います。まず、ローコンバーターの使用方法。2番目に DNG ファイルを DaVinci Resolve 17に読み込みカメラロー設定する方法。そして3番目に DaVinci Resolve 17のカメラページでカメラローを使用してカラーコレクションする方法です。それでは始めましょう。アプリローコンバーターは MacOS 12対応で Apple のアプリケーションストアで購入できます。価格はカメラ1台ごとに9000円。決して安くはないですが、超最高のアプリです。購入する前に使用できるので試してから決めると良いと思います。アプリ作者はチェコ人の方で、YouTube でアプリの紹介と使用方法を紹介しておられます。概要欄にリンク先を貼っておきます。ローコンバーターの使用方法について説明します。忍者5でプロレスロを撮影したファイルをローコンバーターで DNG 変換します。まず、ローコンバーターを起動します。この画面が表示されます。まず最初にすることは、画面左下の Select Files をクリックします。そして、ファイルを指定します。オープンを押します。次に、画面左下、こちらですね、Select Output Folder を開いて、格納場所を決めます。ファイルの保存場所ですね。変換したファイルの保存場所を決めます。ここではデスクトップを指定してオープンを押します。次に画面上、プレビュー欄にサムネイルが表示されていますが、これをクリックします。画面左のビューアー画面にファイルが表示されます。ここで映像を確認することができます。次に画面右下にクオリティがあります。5つのクオリティがありますが、左からノーコンプレッション。これは最も巨大なファイルです。そしてロスレス3対1、5対1、7対1となります。僕はロスレスあるいは3対1を選んでいます。ここではロスレスを選んでコンバートを押します。すると画面上のように変換が始まります。100% になると変換が終了です。はい、100% ですね。ファイル変換されました。これが DNG ファイルに変換されたフォルダです。このフォルダをクリックすると、はい、ご覧のように DNG ファイルがずらっと出てきます。ご承知のように DNG ファイルは写真ファイルなので、Lightroom や Photoshop で読むことができます。ちなみにこれから使用するクリップには1007の DNG ファイルがフォルダの中に出来上がっています。次に DNG ファイルを DaVinci Resolve 17に読み込みカメラロー設定する方法です。僕の撮影環境をまず説明します。カメラはソニー α7S3、ガンマは S-Log3、カラーモードは S-Gamut3.Cine です。外部記録として忍者5で12ビットのプロレスロー収録しています。その理由はソニーのカメラの内部収録は10ビット422に限られています。つまりプロレスロー収録はできません。そのためこれまではプロレスローと同じ12ビットのプロレス4444に変換してカラーマネジメントしていました。しかし同じ12ビットでも劣化の少ないプロレスローでするカメラマネジメントには及びません。この画面は DaVinci Resolve 17のカラーページです。まず、プロジェクト設定をします。画面右下のギアアイコンをクリックして、プロジェクト設定画面のカラーマネジメントを開きます。
そして最初のカラーサイエンス。こちらをダヴィンチ YRGB カラーマネージドに変更し、チェックマークを外します。そして SDR REC709 からカスタムに変更します。そして入力カラースペースをここではバイパスと指定します。ここが最も重要です。バイパス設定にしないとカメラロー設定ができません。これはおそらくカメラローでカラースペースを指定することが優先されているからだと思います。次にタイムラインカラースペースをダヴィンチ WG インターミディエイトを選びます。そしてタイムライン作業輝度を HDR4000 とします。そして保存をします。これでプロジェクト設定が終わりです。DNG ファイルをダヴィンチにフォルダごと読み込みます。そしてカラーページを開きます。ビューアーには異常なカラークリップが表示されているのでびっくりしますが大丈夫です。カメラローアイコンでまずデコード品質のところで4項目を選ぶところがありますが、どれを選んでも大丈夫です。自分の PC のパワーで決めると良いと思います。デリバーの時に高品質に戻すことができます。ここではプロジェクト設定を仕様を選びます。デリバーの時に高品質に戻すことができますが、その方法はデリバーページから詳細設定、そして下の方に最高品質でリベイヤーというのがあります。ここにチェックマークを入れるだけです。デコードに使用、ここをクリックしてプロジェクトからクリップを選びます。すると右側に設定項目が出てきます。次にカラースペース、ここをクリックして REC709 からブラックマジックデザインに変更します。すると同時に下の方にブラックマジックフィルムと表示されます。これでカメラローの設定項目をいじることができるようになります。ご覧のように先ほどの異常なほどのカラーがこのように色あせた画面になっています。ここからカメラローの設定を行うことになります。これから行うことは12項目のロー設定で追い込むことです。ただ、位相操作はできませんが、作者によると露出やシャドウなどで調整することで同様の効果が得られると説明しています。注意点はスライダーの調整はわずかな動きで大きく変化するので、数値入力して行うのが確実だと思います。この欄ですね、数値入力がおすすめです。では、ロー編集を始めましょう。まず最初に色温度から始めます。2153と表示されています。色温度のスライダーを左に動かすと2000が限度です。そして右側に動かすとずっと赤くなってきます。ここでは限度いっぱい、下の方ですね、2000に設定します。次に露出です。露出を下げていきたいと思います。ビューアーとスコープを見ると、完全に明るいですので下げます。露出を下げていきます。スライダーを使うと非常にやりにくいので、右側の数値入力をお勧めします。ここではマイナス 0.53 と入力します。次にハイライトです。ハイライトを下げます。スコープを見ると1023を超えていますので、ハイライトを下げていきます。左いっぱいに下げました。マイナス100になります。次にシャドウです。シャドウの調整も数値入力でやります。27.70 と入力しました。次にサイド調整です。サイドを上げます。ある程度スライダーを使って見ていくといいと思います。はい、19.10 と設定しました。次にリフト操作を行います。
リフトを下げます。ここではマイナス 1.0 と入力します。ビューアーを見るとかなり良くなってきたように思います。スコープ画面でもかなりバランスが取れてきました。次にコントラストを調整します。ここではコントラストを上げたいと思います。すると前後に広がります。前後というのはスコープのハイライトとシャドウ部分が512の中間付近を理由から前後に広がります。ここではまた数値入力をします。23.40 と入力しました。するとスコープの画面を見るとかなりバランスが取れてきたように思います。ただ露出が低いですね。このスコープを見ると384から下の方に偏っているように思います。中間値512付近に近づくようにしたいと思います。その前にゲインで下げたいと思います。ここではマイナス 2.10 とします。少し下がりすぎましたが後で調整します。そしてここで再度上げます。現在 19.10 となっていますが再度を23まで上げます。次に露出です。先ほど言いましたが少しアンダーになっていますのでマイナス 0.53 から少し上に上げます。マイナス 0.11 にマイナス 0.11 にします。マイナス 0.11。はい。スコープを見るとかなり上に行きました。ビューアーを見るとビューアーでもかなり改善されたと思います。ここで最後にシャープネスを上げて引き締めたいと思います。ここも50ぐらいにしてみます。大きな画面で見るとこのようになります。はい、いいですね。これで完成とします。いかがですか？ここまではカメラローページだけで色調整しました。調査年からこれは一切しないでここまで追い込むことができました。いや、全く驚きです。この後必要に応じてプライマリーや HDR グレードで色調整すれば良いと思います。以上です。いかがでしたでしょうか？カメラローでのカラーグレーディング。このように調整してもほとんど劣化がないというのはすごいことです。この画面は HDR グレードの画面です。ゾーンページのヒストグラムを見ると綺麗な山形になっています。このようにですね。またスコープの波形もハイライトの白飛びはありませんし、シャドウの黒つぶれもありません。これからのセカンダリはとてもやりやすくなると思います。もうただただ感動するばかりです。このように Ninja 5と DaVinci Resolve でアプリローコンバータを利用することでプロレスロー編集ができる環境になりました。もう何も躊躇する材料はなくなったというわけです。今日はこの辺で失礼します。少しでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。さようなら。次回またお会いしましょう。